塚ジムが会津若松を巡る旅。城下町である伝統工芸に出会いました。城下町だけあってね、ちょっとこう街中も風情ありますよ。これとかも蔵ですよね。すごい。お、ちょっとこう日本家屋館、これ何これ、歴史的景観指定建造物ですって。街の中にそんな重要なものが。江戸時代に東北有数の城下町として栄えたこの町には、今も風情ある町並みが多く残っています。これまたちょっと風情のある建物が、お店なのかな。会津ろうそく。このろうそくになんか柄が入ってる感じの。ちょっとお邪魔しようかな。おはようございます。あ、どうもお邪魔してよろしいですか。こちらはどういったお店なんですか。小沢ろうそく店で作ってる会津ろうそくです。ほう。白無地の和ろうそくあるんですが、はい。それに絵を描いてろうそくでございます。ほほほほ。触ってみてもよろしいですか。丁寧にお扱いください。何でもかんでもバーって壊すタイプではないので丁寧にいきます。はい。はい。おお。あ、これはもう絵付けをしてあるってことですよね。会津この通り雪でございます。雪でございます。緑、草木何もないです。花もないです。そんな中でこれがあったら会津の人たち心を潤してくれます。はあ。ちょっと花に見花に立てて仏壇にこれをやるわけです。ここに絵を描いて、はまたもう一度ろうをかけてるわけです。上掛けと言います。ほう。それが秘伝です。秘伝言っちゃいました。大丈夫ですか。秘秘伝は言ってもこの技は誰にも負けません。かっこいい。7代目の妻茂子さんが作る絵ろうそく。乾燥させたいぐさを芯にしてろうを重ねがけし太くしていきます。そこに絵付けをして仕上げにろうをまとわせたら完成。温度がぬるいと曇りガラスのように曇ります。ああ、薄く見えちゃうわけですね、絵がね。そうです、そうです。綺麗にコーティングしないと、そう、元々のように見えるけど一枚乗ってるってことなんだ。そして最近新たな職人さんが仲間に。どうしてろうそくというかろうそくをやってみたいなというふうに思ったんですか。会津ろうそく祭りっていうのがありまして、そのろうそく飾ってあるのが綺麗で、それがちょっと記憶に残ってて、作りながら感動して向かい合ってるところです。おお、パワーもらってます。はあ、はい。若い力で絵ろうそくの未来を明るく照らしてください。小沢ろうそく店では絵付け体験もやっているそうで、早速僕も挑戦。どうせなら縁起のいい絵を描きたいなと思っていたら、そこに足かきますか。ちょっと別のものになっちゃうから私みたいなの打足って言うんですね。ちょっと伝わっちゃうじゃないですか、何書いてるかが。こんなもんですかね。はい、今年は蛇年だからこそ蛇をね、このようにくるくると巻かしていただいて。そうです。はい、幸あれ。今年の干支蛇をあしらった絵ろうそくの完成。早速火を灯します。息を吹き込んだような、そうなんです。この火の部分が下になるようにという考えのもと。素晴らしいです。若い者に伝えたいと思ってます。だからこうやっておしゃべり好きなんです。そのためにしゃべるんです。そうか。伝えて、私の今まで経験してきたこと、一生懸命伝えてます。常に。余計なおしゃべりもありますけども。そう。それを打足という。雪国で暮らす人々の心を温める絵ろうそく、いつまでも受け継がれてほしいですね。お、ちょっとこれはしっかりとした佇まいの。お、そして馬刺し発祥の地会津若松。馬刺し、
会津なんだ。ちょっと行ってみましょうか。こんにちは。いらっしゃいませ。どうもよろしくお願いします。馬刺し発祥の地というふうに書いてたんですけど。そうですね。会津は戊辰戦争、で当時はもう本当に食糧難の時期でしたから、負傷者に馬肉を食べさせて、そこから会津では馬刺しを食べる、馬肉を食べるという文化が定着しております。全国2位の馬肉生産量を誇る福島。戊辰戦争で傷病者に栄養をつけてもらうため食べさせたのが始まりと言われていますね。もしよろしければ、食べたいなというふうに思ってるんです。ぜひぜひ、召し上がってください。会津名物の馬刺し、どんな味なんだろう。そしてこちらです。赤々とした。こちらが馬の極上赤身。部位でいうとヒレなんですけども、別名馬のシャトーブリアンと呼んでおります。シャトーバリアンみたいなことですね。熊本の馬刺しは食べたことあるんですけど、もうちょっとサシが入ってるというか。そうですね。会津はほぼ赤身オンリーでして、こちらからし味噌を醤油に溶いていただきまして、そちらに馬刺しをつけて召し上がっていただくのが会津流とされております。いただきたいと思います。いかがでしょう。美味しい。てか柔らかい。いや馬肉のちょっとイメージ変わりました。こんだけ赤身やのに、本当とろけるの一歩手前ぐらいの。そうですね。こちらは昭和時代に、力道山さんがマイからし味噌を持ち歩いて地方巡業していたんですね。そうなんですか。すごいですね、力道山さん。会津馬肉料理が有名なんだよね。じゃあ俺のからし味噌をつけて食べてみようかと食べたら美味しかったということで、そのまま馬刺し、生肉、からし味噌を会津流としてパクってしまったというか。いやということは力道山さんが初めて生でしかもからし味噌というものを作ってくれたんですよ。相性もいいし。そうですね。本当に万能調味料なんです。そしてもう一つの名物、桜鍋。馬の横隔膜ですとかあばらの方の部位なんですけども、こちらは馬のカルビと呼ばれております。桜鍋はしゃぶしゃぶです。3、4しゃぶ程度で結構しゃぶ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 と、すき焼きのようにそのメレンゲの泡玉に絡めて召し上がっていただいてます。メレンゲにされてる。そんなに結構です。これをゲトラ乗せたいきます。美味しすぎる。ありがとうございます。今度は今度でやっぱり油が甘みと旨みをそうでしょ出してくれるから、ほんで卵でまろやかにもなってるし、そういう意味じゃないですよ。ダジャレじゃないですから、本当の感想ですよ。初めて味わった会津名物桜肉。これを食べにまた福島に来たくなる絶品料理でした。なんか人だかりといいますか、人が集まってますよね。8匹来てらっしゃる方がちらほら見えますけど、雪が積もる中、こんなにも人が。これはお祭り？見てください、これでっかい俵書いてますもんね。記載大俵引きって書いてる。これは大きい。長さ5メートル、重さ3トンの巨大な俵。もしかして俵引きってことはこれを引っ張るってこと？動くのかな？俵引きの本番に備えて支度をしている人々が集まっていました。こんにちは、どうもこんにちは。ちょっとお話をお伺いしてもよろしいですか？
どなたか代表みたいな方いらっしゃいますか？大将でございます。大将、すごい俵とか置いてたんですけど、はいはいこれどういったお祭りなんですか？赤組が商売繁盛ですね。赤組が商売繁盛、はい。で白組が五穀豊穣。五穀豊穣、それが対決みたいなことになるん対ですか？決ですね。おう、一つの俵で、はお互いに引き合うっていう。大きな俵をはい。両方から引っ張るってことだ。はい。ほう。ほんで自分のとこに引き寄せて勝った方の願いが叶うという、はい。そうですね。ことか今年は。会津美里町は今400年続くお祭り大俵引きの真っ最中。紅白に分かれて大きな俵を引き合い、五穀豊穣と商売繁盛を願うお祭りなんだそうです。ただ80でやってる方いますからね。うわ、そうか。はい。もう大ベテラン、ね。かっこいい。 81で大丈夫ですか、その格好。寒ないですか？以上です。すごい。ぜひ参加してもらえませんか？お、いいんですか、俺。いいんです。勢いに任せて商売繁盛の赤組に飛び入り参加。だけど外は真冬の雪景色。足元から来ます。冷えが。気合で乗り切りますよ。いよいよ大俵引きの本番が始まります。どうなるのか全く想像がつかないからめっちゃ緊張します。ここで大将から気合の掛け声が。勝負は3回戦。先に2度勝利したチームが優勝です。160人が引っ張り合い揺れる大俵だけど全然動かない。よし、まずは1勝。しかし2回戦は負けて1勝1敗。次の勝負が最後、負けられない。力はほぼ互角。あとは根性だけ。我らが赤組の勝利。今年は商売繁盛、縁起のいい1年になりそうだ。いや、本当に参加してみてむちゃくちゃ力いる。そうですね。全部の力を俺使い果たしましたよ。本当に心の底から嬉しいと感じました。大俵引きがあるんだよっていうことをちゃんと伝承して、これからも、やり続けたいと思います。人々の祭りにかける熱い思い、僕も完全燃焼。いやー、楽しかった。芯まで冷えた体を癒すため絶景が楽しめるという温泉へ。いやー、すごいな。この磐梯山の冬に来てこの雪景色を見れるっていうのは最高の雪見風呂ですね。でもすぐそこにあるっていうインフィニティのお風呂、もう自然の中に浸かってるような
そんな景色に一体になってる気持ちになれるから幸せですね。冷えた体を温めるという意味じゃ。東北に来て寒さを味わいながら日本酒をいただくっていうのはおつな旅になると思います。本当楽しみ。続いて世界が認める日本酒の酒蔵で伝統の技を発見。美味しい美味しい美味しい。塚ジムが会津若松を巡る旅、いよいよ世界が認める日本酒の酒蔵へ。こちらですね。鶴の江さん、おはようございます。どうも。はい、いらっしゃいませ。並んでおりますね。いろんな日本酒が相当美味しいという噂を聞いてまいりまして、ありがとうございます。来た次第なんですけども、はい、もうここはもう何年ぐらいやられてるんですか？ここは創業230年、完成6年からの創業になります。はい。で世界認められるってことは、こう日本酒がはい他のお酒とは違う部分が評価されたみたいな。麹とあと酵母。ですね。作り方的にはかなり複雑な工程を踏んでるので、ご覧になられますか？いいですか？はい。いや、ぜひとも見せていただけたら、はい、幸いです。江戸時代から続く伝統の酒造り、いやードキドキしてきた。お米をふかしてる釜場になりまして、間もなく吹き上がる。すごいなんか不思議な神々しい感じというか蒸気が出てきた。昔ながらの大釜で蒸したお米、これがお酒の原料になるんだな。お米を広げて一旦冷ましたら麹室で麹菌を振りかけます。行くんだこれで、どうぞどうぞ。はい、こちらの室に適切な温度と湿度を保つと麹菌が繁殖、発酵して米麹に。これが日本酒の味わいを左右する重要なポイント。お米のでんぷんを糖に分解するのが麹の作る酵素の役目なので、その麹が酵素をたくさん作れないと糖化力が足りなくなっちゃう。続いて仕込み用のタンクに出来上がった米麹と水を一緒に漬け込みます。これも力いりそうですね、この楽器混ぜるのも。そうですね、まだこのぐらいの量だと大丈夫なんですけど、米が水吸って膨らんでるんで、もう刺さんないです。糖化と発酵が同時に進み、濃度の高いアルコールと日本酒ならではの味わいが生まれます。こうした麹菌を使った日本独特の酒造りが世界に認められました。どんな味なのか、今年初搾りのお酒ゆりを飲ませていただきます。実はこの名前、奥様のゆりさんの名前がついたお酒。7代目になるの娘になります。私がゆりですってご紹介させて。ってことですもんね。はい。これは期待しちゃうな。美味しい美味しい美味しい。しっかり辛口で、キッとくる感じはちゃんとありますね。福島県オリジナルの厳島夢工房っていう福島のものにこだわったちょっとすっきり爽やかな辛口をコンセプトに作り分けてるので、名前そのままじゃないですか。はい。これもご自身で。東京のデパートさんから女性が作った女性におすすめのお酒を仕込んでみませんかっていうお話をいただいて、酒蔵入って1年目のもう本当に新人が本来なら作れるお酒ではないんですけど、女性にも飲みやすいお酒を作ってみたい。酒蔵の仲間と作り上げたゆりは全国の鑑評会で金賞を取り、蔵を代表するお酒に。そこには特別な思いがあったそうです。もともとやっぱり酒蔵は女人禁制って言われてまして、うちの蔵ではやっぱり母がその蔵に入ったっていうのが一つのきっかけだったかなって思いますね。
父と母の働く背中を目の当たりに子供の頃から見てきたっていうのがやっぱり一番あって、自分がやりたいなっていう思いはありましたね。もう今どんどん時代も変わってきて、女性も働きやすいような環境ができてきて、じゃあ次どうなっていくのかもね。先人の知恵が込められた酒造り、伝統と新しい風が共存する酒蔵に感動しました。いや濃かった。もう皆さん個性的で、かける思いみたいなのがそれこそ日本酒もそうですし、ろうそくだってそうですし、お祭りという行事に参加したりとか、その裏側にはちゃんと人がいて、その人たちの熱意で成り立ってんやなみたいな、福島の人の人柄みたいなのがなんか、垣間見えて、本当にそこに感動しましたね。雪国の暮らしの中でも熱く生きる人々と触れ合い、心がポカポカと温まる素敵な旅でした。